そのさんチャンネル、そのさんです。ちょっとすいません、マスク姿で肌荒れがひどくて。ということで、今回は、自転車で走りに行った先で、写真の撮影とか動画の撮影とかされる方ね、いらっしゃると思うんですけれども、私はYouTube に動画を投稿しているという性質上、絶対に走りに行くときは撮影というのを毎回しているんですが、私がどういう機材を使って、どういうふうにマウントをして、どういうふうにその運用というか持っていっているかというのを今回ざっくりご紹介させていただければなと思います。というのね、コメントでどういう風なの使ってますかみたいなものをいただいていたので、それでお答えするという感じなんですけれども、細かくというよりはもうどういうものをどんな風に使っているかというのをざっくり平たくお話ししていこうかなというふうには思っています。動画内に出てきている道具関係っていうのは購入ができる URL っていうのも概要欄の方に載せておこうと思いますので、気になるものがありましたらぜひ覗いてみてください。ということでやっていきましょう。さあ、では実際に使っている撮影機材のご紹介になります。私が使っているのはこの2つになります。GoPro と iPhone ですね。これちょっと箱で申し訳ないです。今実際に撮影で使っているので、まず GoPro なんですけれども、私が使っているのが、GoPro の7ブラックになります。現行今一番新しいのがGoPro 11、11になるかと思うので、もう4世代ぐらい前のものにはなってしまうんですが、未だにね、元気に綺麗に撮影ができているので、まだまだこの子を使っていこうかなというふうには思っています。アクションカメラという性質上、やっぱり自転車にマウントして、走ってる時に撮影で使うという感じですね。撮影機材を今度買い替えるということになったら、一番最初は何かアクションカメラ、新しいものに買い替えようかなというようなところですね。で、こちらの iPhone に関しては、こういうトークとか雑談とかの時に三脚に固定をして点々で撮るというようにしています。実は以前はですね、その点々の撮影はこちら、ソニーの Vlogcam、これ初代のものなんですけれども、これを使っていたんですが、その時に私が使ってた携帯がこちら、iPhone の 10R で撮影というか、これを普通に日常使ってて、これで撮影するよりはこっちの方がいいなとは所感はあったんですね。ただこれが調子悪くなって iPhone の14 Pro に買い替えたらあれっつってなんかデジカメより画質いいんじゃないかなっていう感じになっちゃったので、これはちょっとお役御免になって今はこちらで、点々関係は全部、写真撮影も含めてやってしまっているっていうような状態です。ただiPhone の14 Pro 弱点があって音質が悪いちょっとね音質が悪いなと感じるところがあるので、デジカメに比べるとですけれども、なので今後もこれで撮影をしていくのであれば、外付けのねちょっとちゃんとしたマイクとかは、購入しないといけないなというふうには感じています。では実際に自転車にマウントするためのパーツであったり三脚のご紹介なんですけれども、まずはこの GoProのマウント関係からやっていこうかなと思います。私が使っているのはまずこの純正のマウントするためのパーツがこの2つ3つかなですね。ここまでは純正なんですけども、こっからこのパーツ、これをガチャンと合体させるためのパーツなんですが、これは Amazon で別で純正のものではなく購入したんですね。ここの高さがちょっと欲しくて、ちょっと純正のものではないものをあえて購入しました。で、撮影する時の風の音っていうのを軽減してくれるというこのスポンジみたいなものですね。ポップガードっていうのかな。これをつけると実際に走りながら撮影した時に結構風の音を軽減してくれるので、これはいいなと思います。で、次に、肝となるマウントパーツがこれですね。はい。使い勝手がすごく良くて、私はこれで撮影をしています。ここの角度が鋭角なタイプのものと丸型っていうのがあるので、ステムの形状なんかに合わせてこれは選んでしまっていいかなとは思います。これね、ここを緩めるとこんな感じで動いて結構自由度が高いんですよ。難点としてはこれ重いんですよね、どっちも。重さに関してはちょっとねマイナス点はあるんですけれども、撮影の自由度を考えると、ここはもう妥協点だなと思って私はあえてこれを使うようにしています。で、実際に取り付けてみるとどんな感じかというと、まずGoPro をね普通に取り付けていきますよね。で、先にこれに入れるとこんな感じで、よいしょ。で、次にこの
純正の、ね、パーツにこう差し込んで、でこの穴にボルトというかネジを入れて、これはもう直角に私はいつもしているので、角度はこっちで調整しちゃうので、なんでこれはもうね、ずれないぐらい思いっきり締めちゃいますね。ガッチガチに。で、これをここに固定します。カチンと。で、ここのネジをここに入れていったら、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じですね。で、これで、自転車の好きなところにマウントしていくという感じです。私がよくやってるのは、ステムの部分に取り付けると、よくある映像、こんな感じになります。次に個人的に好きなのが下半ですね。下半にこういう逆で取り付けちゃうんですよ。逆付けにしちゃうと、こういう映像になります。で、あんまりね、される方いないかもしれないですけど、私は好きだなっていうのが、サドルですね。サドルにつけると、手で押して歩いている時に面白い、なんか一緒に歩いてるような映像が撮れるので好きなんですよね。こんな感じですね。いや、見たいとこでも。めっちゃいいよね。いや、癒されてるわ。調べててん、先に。ハンガローとかね、そうステージがあるって言ってた。それ以外にも、もうここで挟み込めるところっていうのは基本的にどこでもマウントはできてしまうんですが、カーボンフレームの場合は、ここ結構強い力でグーッと挟み込むことになるので、フレームの破損とかにつながってしまう可能性が高いです。なので、金属部分ですね、ステムであったりハンドルとか、強く挟んでも壊れないようなところにマウントして私は撮影をするようにしています。これはね、ものすごく面白い映像が撮りやすいのでおすすめですね。続きまして、外でこの iPhone で撮影するときに私自身もライド先で持って行って使っているミニ三脚、ちっちゃい三脚をご紹介しようかなと思います。それがこちらですね。ベルボンというメーカーさんのミニ三脚になります。サイズ感で言うと 500ml のペットボトルより一回り大きいかなぐらいで、重さが 528g。なので 500ml のペットボトルよりちょっと重たいかなというような感じのサイズ感になっています。これより大きくなってしまうと持っていくのちょっとしんどいし、これよりちっちゃくなってしまうと高さが出なかったりして、欲しい絵というか撮りたい絵が撮れなくなってしまうんですよね。この三脚のすごくいいところっていうのが、普通に立てるとこのぐらいの高さなんですが、そこからこの爪をね、ロック外すと高さがこのぐらいまで出るようになります。なおかつここにもつまみがありまして、このつまみを緩めるともう少し高さが出るようになるので、最大ここまで高さが出せるようになるんですね。で、当然ここのレバーをね緩めるとこういうふうに角度がつけれたり、ここのつまみを緩めるとここが起き上がってくるので縦撮りの撮影もできたりします。で、高さが出せるっていうだけじゃなくて、これ低くもできるんですね。ここの爪ですね、ここをロックを外して緩めると、一番低いのでここまで低くできるので、当然下からねこう見上げるようなショットも打てれば、こういうふうにね手元の撮影もできてしまうという三脚になります。これはねめちゃくちゃ使い勝手が良くて、私は個人的にすごく気に入っています。では続きまして、積載方法、自転車にどういうふうに積載していくんですかというところなんですが、GoPro に関しては、ステムであったり下半に1回マウントをしたら、私は基本つけっぱなしです。もう外すことはほぼないですね。理由が大きく2つあって、1つはもう撮りたいっていうタイミング、今撮影したいっていうタイミングですぐに撮影がしたいんですね。撮影タイミングいい瞬間って本当急に訪れるんですよね。トンネル抜けた瞬間とか、坂登り切ったその瞬間に絶景が広がったりっていうのがあるので、って思った瞬間にすぐ撮影ができるようにもうマウントしっぱなしっていうのが、大きな理由の一つです。で、もう一つが
これは希望的観測なところにはなるんですけれども、煽り運転の抑止力になればなと。煽り運転をする側の気持ちで例えば想像してみると、やっぱりカメラも何もついてない自転車とカメラがついてる自転車、どっち煽りますかってなったら、カメラついてない方がいいじゃないですか。カメラついてるとその証拠映像が残ってしまったりするなと思うので、なんでマウントしたままカメラをつけたままにしておけば、ちょっとそういう抑止力にもなるんじゃないかというその期待を込めて、もう GoPro に関してはもうマウントしっぱなしにしているっていう感じですね。外すタイミングはお店どっかに入るときとか、輪行で自転車畳むときに外すっていう感じで、それ以外はもうずっとつけっぱなしですね。で、次に、動画内に出てきていた三脚ですが、どういうふうに積載していくかというと、もうここですね。はい、フレームバッグ。これトピークの、4.5 リットルだったかなのフレームバッグになるんですけれども、この中にも入れているような状態ですね。出してみると、はい、こんな感じですね。4.5 リットルのものだったら、三脚入れても、4分の1ぐらいはちょっと容量が余るので、私の場合はここにですね、うまいこと角度を考えながら輪行袋も入れちゃってるような感じです。なんで輪行袋とカメラの三脚ですね、撮影と輪行に必要なものは全部ここに入っているというような感じにしています。ここだったら、今撮りたいと思った瞬間にもう乗ったままでもここ開けれますから、すぐに三脚出してっていうこともできるんですね。三脚を使うってことは自転車降りるんだけどすぐにね取り出せるっていうのがやっぱいいところだなというふうに思ってます。フレームバッグの場合は、撮影で個人的にすぐ意識してる、大切にしてるところがもう瞬間瞬間だと思うんですよ。例えば雲の切れ間から太陽の光がピーンって差してて、今ここで写真撮りたい、今この瞬間って思っても、その瞬間って数分後には変わってるし、下手したら数十秒後に変わっちゃうかもしれないんですよね。なんでいかにいい絵が撮りたいと思った瞬間にスピーディーに、行動に移せるかっていうのを考えてマウントしっぱなしとか、取り出しやすいところに機材は入れているっていう感じで、積載していっていますね。さあ、まとめです。ということで今回は私、園さんが使っている撮影機材関係というのをご紹介させていただきました。いろんな方法もあるし、いろんな機材もあったりして、どれが正解とかはないと思うので、園さんの一例だと思っていただければと思います。ここいいなというポイントがあれば、参考程度にしていただければ幸いです。ただこういう YouTube に投稿したりとか、何かどこかにね、投稿するっていうのがなければ、三脚を持っていくっていう人はなかなかいらっしゃらないと思うのでアクションカメラのマウントポジションなんかはこんなこともできるんだな程度に思っていただければなというふうには思いました。ただね、撮影にね、ちょっとこだわりたい、いい写真が撮りたいとか、そういう場合はぜひ三脚使ってみてください。やっぱ三脚あるといいなっていうことがいっぱいありますので、参考程度にしていただければとは思います。ということで今回はこれくらいかな。以上。それではまたお会いしましょう。バイバイ。